間もなくソーヤー群島上空だ。やっと着いた。いいか、我々の任務はあくまで偵察だ。迎撃機が出てきたら下手に交戦せず。なんだ、ロックされてる。やられた。エンジン停止、操縦不能。脱出しろ。敵はどこだ。なんだ、2機だけだったか。活気、先に行っていいぞ。こいつは私が片付けておく。じゃあ始めようか。ハンドドラム鈴木か。やあやあ、ご名答。よりによって223飛行隊が出てくるとは。私らじゃなければ勝てるとでも笑えるね。クソしつこいやつだな。まあこんなもんか。そろそろ終わり。それでは作戦の確認を行います。作戦目的は沿岸警備隊北極管区の上陸阻止。部隊上陸には港湾設備が必要であり、敵の目的地はノースハーバーであると予想される。ノースハーバー周辺に戦車隊を潜伏させ、接岸闘病を確認し次第襲撃する。これが大まかな流れです。航空隊は偵察及び支援、海軍は不測に備えた5詰めということでお願いします。何かご質問は。接岸前に航空攻撃で撃破することはできないのか、少佐。そう簡単にはいかないかと。連中の先発機を落とした時点で私らの存在は明らかになった。それなのに白昼堂々短期がけ、狂っているのでなければ何かしらの備えがあるのは明らかでしょう。強力な捜索レーダー、目標の識別選定から攻撃までのプロセス、この辺りを疑うべきでしょうね。知らんけど。知らんのかい。戦車の精密射撃なら沿岸警備隊側の死傷者も減らせます。わかった。では我々は少佐から提案のあった戦術に備えて待機しておく。行動開始だ。あれ、やっと来ます。プロージット、グラス持ってきますよ。うるさいな。もんじゃワンよりコマンドポスト配置についた。コマンドポスト了解。間もなく偵察班の位置につきます。こちら偵察班、ノースハーバーに敵意ありません。なんだと、揚陸艦も戦車もいない。はい、港湾職員が数名見えるだけです。わかった。引き続き監視を。ささら、連中はノースハーバーには来ない。何？ノースハーバー東4キロ地点、揚陸艦だ。ノースハーバー東？そう、別の言い方しようか。オネル基地、北東 1.8 キロ。連中、手薄のオネルを奪うつもりだ。ノースハーバーなんて言ったら袋叩きにされて終わりよ。一気にオネルを落とす。ランプウェイ、低い位置にもつけといて正解だったね。本当はウェルドックからエルキャックを出すぐらいのことはしたかったのだけれど。エルキャック？揚陸艇のことよ。まあでもこれである程度の推進なら直接揚陸できることが分かったわね。レーダーコンタクト、方位ふたひとひと、距離5400。来たか、航空機ね。どうする？まあ見ていなさい。さて、お手並み拝見と。くれぐれも無理はしないでくれ。比嘉の距離、つかみで4000。さすがにまだ。嘘だろ？どうした？ロケットの噴射円を視認。迎撃のサムだ。距離4000で迎撃開始か。よし、少佐、君のプランに変更だ。こちらも出撃する。いいっすね。盛り上がってきたぞ。楽しんでいる場合か？周囲8キロにストレンジャーなし。高度を下げて山に隠れたか。とりあえず追い払えるなら十分だわ。これが防空システムか。開発中のテスト版だけれどもね。自動防空システムアルファ版、名称は暫定的にコーディスとなっているわ。コーディス。作戦情報統合システム、その頭に開発責任者の名前をつけてコーディスよ。その名称からもわかる通り、情報を統合して戦闘式に資することを目的としたシステムよ。これが現時点での基幹システムの中身。頭おかしくなりそう。4機の捜索レーダーのデータを処理し、一目標ごとに機関部に渡しているわ。一目標ごと？レーダーは一度に8目標の情報を得るでしょう。でもそれ4機分を一気に機関部に流すことはできない。だから処理部で一度貯めて1データずつ送るのよ。送るのはターゲットの位置と検知したシステム時間。システム時間はシステムクロックマイコンから各マイコンに配信されるデータ。これでデータがいつのものか各マイコンが把握することができる。機
管部では受け取ったデータを基地の目標まさと比較。かシステムの中身全部説明しようとしてる？ダメ？ダメに決まってんだろ。何分かかると思ってるの？残念。まあなんやかんや脅威と判定した目標のデータと発射信号を自動的にミサイルに割り振る。今のところ動くのはここまでの流れね。重要なのはこの流れを自動的にできるようにしたこと。人が判断して決定を下すより圧倒的に速いレスポンスが実現できた。今後砲への攻撃指示や領艦とのデータリンクなども実装する予定よ。沿岸警備隊にいるかこれ？アリアールも同じこと言っていたわね。でも現に役に立ったじゃない。それにこの船の仮想敵はあれ？どうした？あ、いいえ、今この辺りに何かが映ったような。丘の隙間から一瞬だけレーダーが捉えたのかも。戦車隊、直ちにオネルを占領。沿岸警備隊員を解放して防衛陣地を構築しろ。了解。オネルに向かいます。指令もやだな。雨降ってきたね。海が荒れないといいのだけれど。ランプウェイ格納をイカリアでノースハーバー方面の敵艦を撃破するぞ。いやはや楽しくなってきたな。あの戦法を試せるなんて、こんな地方まで来た甲斐があったよ。いいな。隊長、代わってくださいよ。え、やだ。中佐、大変です。背後を突かれてすでに大変なんですけど、ハリソン基地の西に敵戦車が現れました。ハリソン西？別の揚陸艦がいたのか？違います。この戦車は水陸両用戦車です。ナーギが沿岸警備隊だ。もうめちゃくちゃだよ。中佐、こいつは何かおかしいです。全部おかしいだろうが、佐藤こいつには沿岸警備隊らしさがありません。むしろ受けるね。連邦軍戦車の特徴を感じます。連邦だと？本気で言っているのか？大型の車体に連装砲と強力な副武装、連邦の新鋭重戦車 SE ヒトさんの特徴と合致します。その水陸両用型だと？確信は持てませんが可能性は高いです。沿岸警備隊の一部が連邦と通じている。そんなバカなと思ってたけどね。証拠が向こうから転がってきたな。大尉、その戦車を必ず捉えろ。必ずだ。了解。航空支援いる？いや、こいつの相手は我々に任せてあの忌々しい船を沈めてこい。あれがレジスタンスをやった新型戦車か。こんなものを見落とすとは協力者も当てにならないな。まあこの SE ヒトボアの試験にちょうどいい相手だ。適当に引っかき回してデータを取ったら撤収するか。さて、もうすぐレーダー波が通るわね。レーダーに反応あり、方位279、距離6400。海軍に使える船が残っているのかな？この目で見ればはっきりわかるわ。敵艦、カメラで捉えました。さてさて、旧式艦を引っ張り出してきたかな？それなら楽勝でしょうね。でも、あの中将は、ただ負けるだけの戦なんかしない。勝てる見込みのある船を持ち出してくる。この巣立ちに対抗可能。そもそも、巣立ちが仮想敵としてきた、あの船。アリアールが作った、現役最強の巡視船。沿岸警備隊ソーヤー管区機関、青波。連中、露獲した青波を持ち出してきたのか。あれがこの海域で最も強力な水上艦艇だからよ。いい船だ。青波もあの船もな。正面敵揚陸艦距離5000。どちらかが沈まなきゃいかんというのだからもったいない話だ。青波の対艦ミサイルは射程4キロ、すぐ飛んでくるぞ。対空戦闘用意。対空戦闘用意。対艦ミサイルは最大8発。接近すれば主砲が飛んでくる。まったく巡視船同士の戦いとは思えないね。間もなく4000、敵の射程です。対艦ミサイル射程内です。対艦ミサイル攻撃始め。目標敵揚陸艦。目標前方の揚陸艦対艦ミサイル1番発射。環境より CIC ロケット噴射用紙にミサイル。青波より対艦ミサイル、対空戦闘を始め。大丈夫、あのミサイルなら問題なく対処できるわ。あれ、命中します。衝撃に備え。おかしいな。核部損害報告。どうなってんの？コーディスとやらはうんとも言わなかったけど。あ、もしかして青波の艦影にレーダーが吸われて重なりながら突っ込んでくるミサイルを捉えていない？おバカ。迎撃してくるかと思ったが
正面で受けるか。走行にも自信があるのか、迎撃プロセスの欠陥か。どちらでも構わんよ。やることは変わらん。距離を維持する。徐々に更新をかけろ。比嘉の距離は距離3500。距離がつまらないな。さすがに有利を手放さないか。機関全速、最高速はこちらが速い。ミサイル行きます。奇襲で落とせ。あいつを通せばオネルの部隊が艦砲にさらされる。ここで無力化するわよ。このまま押し切れば勝てますね。君ならどうする？私が向こう側なら射程外に逃げます。そもそも青波を撃破する必要はない。陸戦隊が妨害されないよう拘束しておけば十分。勝ち目のない戦いをする必要はない。そう。つまり彼らの考えは違うということだ。勝てる見込みが十分にあると。それは対空見張りを厳となせ。特に右舷山あいからの襲撃に。右舷所属不明のヘリ。お待たせしました。こちら白鷺、攻撃を開始します。待ってました。喫水戦火には当てるな。兵装だけ破壊しろ。了解。対空砲対応しろ。もう遅い。もう遅いわい。何もかも。損害状況を報告しろ。主砲及び機関砲破損。ミサイル弾庫及び機関室で火災発生。後部甲板の魚雷は誘爆。本艦は戦闘能力を喪失しました。そうか。戦闘終了。総員ダメージコントロールに注力せよ。戦闘用具を収め。消火と浸水阻止に全力を尽くせ。人の船であっても沈めるのはいい気分じゃないだろう。ハリソン隊が全滅。水陸両用戦車に多少の損害を与えたものの行動不能には至らず、敵車両が海上に脱しました。こちらは対位化全車行動不能。艦隊です。分かった。負傷者の収容を最優先しろ。それから可能な限り記録を回収するんだ。了解。次に上陸してきたら必ず叩きのめしてやる。あの船と通信回線を開け。青波より通信です。回線を開け。こちら青波。本艦は戦闘能力を喪失した。負けたよ。そのようですね。機関停止し投降してください。現在浸水阻止と負傷者の救護に専念している。本艦に戦闘継続の意思はない。それにしてもそんなものを作っていたとは。海軍を辞めて沿岸警備隊に移ってついに自分の望むものが作れるようになったんだな。海兵で教官が教えてくださったことです。海上における航空戦力の有効性は明らかである。我が軍も航空海軍を目指さなければならないと。偉そうに指導しておきながら自分はこのざまだ。泣けてくるよ。私も転職しようかな。沿岸警備隊はいつでも歓迎しますよ。一緒にこれからの時代の戦闘を戦い抜ける艦隊を作りましょう。これからの時代の戦闘か。ところでレーダーは山などの向こう側は見えないという認識で正しかったかな。その認識で正しいですが。そうか、正しいか。では全言撤回しよう。私たちの勝ちだ。彼から敵機が。急上昇します。ご自慢の防空システムはこの距離じゃ対応できないらしいね。敵機直上、急降下。核機銃山、直ちに攻撃しろ。ほら、撃ち落としてみせろよ。衝撃に備え